はい、鉄分依存症の禁断症状が出始めていたところに処方箋が届きました。トミックスの C55 蒸気機関車という新薬です。早速この子を開封してにんまりしてから電吉コレクションに加えるための鉄分補給策としてウェザリングをしようと思います。本来は12月に発売予定とアナウンスされていた蒸気と着車が同時に送られてきたので、こちらもウェザリングしましょうね。とはいえ一度に大量の鉄分吸入はアドレナリンが出すぎて危険ですので、今週は蒸気機関車の方を先にお送りいたしましょう。はい、電吉クラブです。今回もご視聴ありがとうございます。今回はトミックスから宗谷本線時代の国鉄 C55 型蒸気機関車が発売されました。出たばかりの新製品ですが、早速一手間加えて電吉コレクションに迎え入れようと思います。どうぞ最後までお付き合いください。はい、国鉄 C55 型蒸気機関車、やっと発売されましたね。あれ、硬いな。へへ、やっと開きました。待ってたよ。何かな。これは何かキャブの中に保護剤が入っているので出してってことのようです。了解しました。さあ、ご対面です。ワクワクする瞬間ですね。はい、出ました。お顔のウレタンを取りましょう。で、これですね。これを取ってねって書いてあったんですね。はい、取りました。おー、これが C55 ですか。シルエットは C57 の美しさですね。C57 は貴婦人と呼ばれてスタイルが良いと言われますが、一緒ですからね、シルエットは。動輪がスポーク動輪で細いので C55 の方がさらに女性っぽい美しさがあるように思います。飛行式側はどうでしょう。美しいですね。ナンバープレートをつけたり部品をつけたりいろいろする前に走らせてみましょうね。僕の C55 走りがおかしいんですが、皆さんのは大丈夫ですかって注意喚起してくれた動画も見ましたし、まずはテスト走行です。走りは大丈夫でしたので収納スタイルを考えるんですが、これうちの C57 の収納箱です。蒸気は加藤のクリアケースに入れて専用のブックケースがあるので、それに保管することにしています。そのためトミックスの蒸気たちもみんな加藤のクリアケースに入れてあります。トミックスの蒸気の箱大きすぎるんです。ともかく部屋が狭いのでなんとか工夫して収納スペースを確保しながらやってきた経緯があります。フォーマットもトミックス用を作ってあるので、それを利用してこちらの中敷きをカットして使い回したいと思います。で、加藤のクリアケースに入れてここに収納したいと思います。ただこの C57 の箱はお腹いっぱいなので C55 を入れるブックケースは別に用意したいと思います。C55 ももしかしてもう1両買うかもしれないし、加藤からも必ず出てくる形式だと信じているので、そうしたら必ず何両か買うのでブックケースを準備したく思います。
部品の入った袋が3つ入っています。1つは握り棒やエアホースが入っています。エアホースが別パーツなのはいいですね。2つ目の袋は充連にする時のパーツです。しかし充連にする場合、うちでは過去に動画でお見せしたようにナックルカプラーを機関車の前張りに直接つけるので、これは不要です。ご興味ある方は概要欄から蒸気充連の動画をご覧ください。最後の袋は機関車の顔、ナンバープレートが入っています。それでは早速ナンバープレートから取り付けていきましょう。ナンバープレートは43、47、59が入っていました。で、僕は47号機を選びました。取り付けは割り箸の先端を平らにして両面テープを貼っただけのシンプルな自家製の道具ですが、使い勝手は抜群です。サクサクと仕事が進んでいきます。ほら、簡単に取り付けが終わりました。次はカプラー交換いきましょう。カプラーいろいろの動画でも触れましたが、うちではアーノルドカプラーは全廃なので、まずは標準装備のアーノルドカプラーを取り外します。構造は至ってシンプルなので簡単に取り外しができます。こちらは加藤のナックルカプラーなんですが、トミックスの蒸気には無改造で取り付けできるのでとても助かりますね。電吉コレクションの着車や貨車はカプラーいろいろの動画でも話していますが、すべて加藤系のカプラーにしているので、トミックスの TN カプラーの選択肢はありません。TN カプラーはボディマウント式だと素晴らしいのですが、台車マウント式ではこの上なく使い勝手が悪いのが理由です。はい、つきましたよ。ちょっとカプラーの振れ幅が小さいですが問題にはならないでしょう。それでは台車を戻してビスで留めて出来上がりです。それにしても加藤のナックルカプラーは見た目も機能性にも満足できるんです。見えますかね。これは前張りの両端にあるつかみ棒で、加藤の門外不出のピンセットの独壇場です。取り付け棒の際をつかめば安定性バッチリ、何の心配もなく取り付けできます。とても簡単でした。それではもう一本、今まで苦痛だった部品の取り付けがとても楽になりました。さすが1万円のピンセットは違います。部品が飛んでいく心配をしなくていいのは、部品取り付けのストレスを軽減してくれるんですね。僕思うんですが、このピンセットってトミックスの車両を組み立てるために買ったような気がします。だって最近の加藤製品って細かいパーツは皆メーカー取り付け済みになってるんですよね。エアホースもこのピンセットで取り付ければ、ほら一発でした。部品はこれだけ？完成ですと思ったのですが、使わなかった部品を片付けていたら、ATS の地上紙が出てきました。これはタミヤのピンセットで掴む方がいいかな。ここですね。取り付け完了です。あ、ここにまだ穴がある。ということは信号円環ですかね。これみたいですね。小さい部品なので、こちらは加藤ピンセットの独壇場です。ピンセットでつまんだ状態で部品をニッパーで切るなんてできるんですよ。そのままピンセットでつまんだ状態のまま取り付け穴のところに持っていってぐーっと差し込んで取り付け完了です。ナンバープレートね、正面と側面2箇所と後ろつけましたね。それからこの信号円環つけました。 ATS 地上紙つけましたね。それから握り棒とエアホース、これ外してつけるって書いてあるけど、さすがに加藤のピンセット外さなくても楽々取り付けられましたよ。
で、これカプラーは加藤のナックルカプラーを取り付けました。で、こちらは10連パーツなので取り付けません。トミックスはユーザー取り付け部品が多いからちゃんと確認しましょうね。そしたら今度はね、箱を加藤の箱に引っ越します。そうしないとブックケースに入りませんからね。すでにインサートの用紙も加藤を真似てパソコンでトミックス 2010C55 北海道宗谷本線旭川機関区で作ってあります。そうしたらあとはカッターでトミックスの硬質発泡スチロールの容器を現物合わせで刻んでいきます。トミックスさんごめんなさい。現物合わせとは実際の現物をスケール代わりにしてその寸法をラフに刻んでいくやり方です。ちょっと横着なやり方ですかね。そしてこれね、まっすぐに切るの難しいんですよね。カッターをできるだけ垂直に立てて少しずつ切っていきます。はい、切れましたね。そうしたら横幅方向も現物合わせこうですね。そして定規を当てたら垂直に曲がらないように切断します。はい、切れましたね。そうしたら自家製のトミックス用インサート紙を取り出して今切断した容器をくるむように加藤クリアケースにセットします。できました。そうしたら早速車両を収納してみましょう。はい、こんな感じに収納できました。トミックス 2010C55 北海道宗谷本線旭川機関区と書かれていて、なんとかそれらしく作ることができました。容器の入れ替えが終わりました。こうすれば加藤のブックケースで保管できます。こちらは C57 の収納箱ですが、ここの一番上には山口号牽引機がいたのですが、客車と同じ収納箱に移してそこに今回の C55 を仮収容することにしました。この容器だと収納箱に入らないし、そうなると運転会に持っていくにもかさばるので移し替えた次第です。保管スペースをいかに節約し継続性も含めて効率化するか悩んだ末に電吉クラブがたどり着いた結論なんですよ。北海道で活躍する蒸気機関車だと、ここにつらら切りという金属棒がついている車両が多いです。トンネルなどからつららが下がっていた場合に、つららが窓ガラスに当たって窓が破損することを防ぐのが目的なんだそうで、北海道の C55 の写真を見ると必ずと言っていいほどついています。今回の工作ではそれを取り付けたいと思います。これはファイ 0.2mm の真鍮線なんですが、これをこうやってこの字型に折ってつらら切りを作ります。細い金属線なので模型では見えないということで省略していますが、宗谷本線の C55 ということなのでオーバースケールになるのは覚悟の上であえて復元してみましょう。と同時に北海道の機関車らしいウェザリングも施したいと思います。ファイ 0.3mm のドリルをピンバイスに加えて助演板の取り付け支柱につらら切りの取り付け穴を開けます。助演板の取り付け支柱の助演板側とボイラー側に
1箇所ずつ穴を開けて、そこにつらら切りを差し込むことにします。ドリルは細いほど折れやすいので、ここは慎重に作業を進めます。はい、穴が開きました。そうしたら、ファイ 0.3 ミリの穴に先ほど曲げておいたこの字型のつらら切りを差し込みます。相手がファイ 0.2 ミリと超細い真鍮線なので、ここでも加藤の特殊ピンセットが活躍します。はい、こんな感じにつきました。あとは真横から見た時につらら切りが垂直に立つように指先で軽く調整します。そして正面から見てもつらら切りの上辺が斜めっていないことを確認できたら、瞬間接着剤で固定します。瞬間接着剤は一度紙の上に出しておいたものをファイ 0.2 ミリの真鍮線の先にちょこんとつけて取り付け部に流します。そんな要領で反対側にも取り付けます。いい感じですが、ちょっと水平方向が気になってピンセットで調整していますね。はい、微調整の段階ですが、垂直方向も気になってピンセットの先端でつらら切りを少し起こしたようです。反対側のつらら切りも再度確認して微調整を繰り返していますね。穴と線のクリアランスの関係でここは慎重に確認しました。それではつらら切りの塗装ですが、金属線なのでまずはプライマーを筆塗りします。うちにはスプレーしかなかったので、塗料皿にほんの一吹きメタルプライマーを取りました。これをこうやって面相筆につけてつらら切りに筆差しします。こうやって筆差ししていきます。サイド、正面、裏側、上辺、そして内側にも丁寧に筆差しします。左右両サイドのつらら切りに慎重に塗っていますね。塗料が透明なので一度塗ったところに上塗りしちゃっているかもしれません。はい、プライマーを塗り終えました。一応正面にはもう一度塗っておきましょう。なんせ見えないもので。この後艶消し黒を塗りますが、もうプライマーはいらないので残りは拭き取ってしまいましょう。はい、そうしたらメタルプライマーが乾いた頃を見計らって艶消し黒で塗装します。面相筆で丁寧に筆差ししていきます。今度は色が艶消し黒なので、塗ったところとまだ塗っていないところが一目瞭然。はっきりしていいですね。わかりやすいです。そうしたらまずはロッドの中のプラスチック部品に筆差しです。ここのクロスヘッド、ユニオンリンク、コンビネーションレバーがいかにもプラスチックですっていう仕上がりなので、ここに黒鉄色を筆差しします。さあやっていきましょう。まずはクロスヘッド、次にユニオンリンク、最後にコンビネーションレバーです。はい、プラスチック部品を塗り終えました。そうしたら反対側も塗りますが、反対側は3倍速でご覧ください。黒鉄色を塗ると少しはリアルっぽくなりますね。はい、塗り終わりました。そうしたら塗料を片付けて筆先もアクリルカラー溶剤で洗って次回に備えます。続いてカプラーも塗ってしまいましょう。このサビ色はブラウン系のカラーを自分で混ぜて調合した電吉オリジナルのサビ色です。カプラーモールドに流れやすいように少し薄めに調合してあるので、こうしてちょんちょんと塗るだけで部品に流れてくれます。この勢いでスノープローもサビ色に塗ってしまいます。僕が写真でよく見る現役時代の蒸気のスノープローってサビサビなんです。続いてテンダー側のカプラーもサビ色で塗装します。カプラーって黒のイメージがありますが、実物は結構錆びて茶色いんです。それと
加藤のナックルカップラーって稼働するのに塗料が染みて大丈夫と思うかもしれませんが、大丈夫。ちゃんと動きます。あ、そうそう。サビ色をさらに少し薄めて、スノープローの上半分に塗ったサビ色をぼかします。スノープローは下側ほど錆びています。そうしたら最後にもう一度濃いめのサビ色でカップラーの先端の茶色を濃くします。連結するときにガチャンガチャンって当たる部分は黒い塗料が剥げるのでどうしても錆びやすいようです。はい、塗装終了です。そうしたらカラーをひっくり返さないうちに片付けて、筆は次回に備えて洗っておきます。それでは北海道は最果ての宗谷本線で活躍していた C55 ってことなので、その頃にふさわしいウェザリングをしたいと思います。蒸気にウェザリングやるって勇気がいりますよね。それなりに悩みましたが、当時の蒸気ってボディがマットに映っている上にさらにグレーっぽく茶色っぽく見えるので、まずは艶消しクリアを吹いて全体をマットにするところから始めます。ちょっと横着なんですが、クリア系のスプレーを蒸気に吹くときに使っている塗装台があるので、それにセットしたいと思います。こうして塗料がかかってほしくない部分が隠れるようになっている塗装台です。あとは窓ガラスと石炭だけマスキングして、遠く離れた位置から軽く艶消しクリアを吹きつけるんです。蒸気はね、分解とかなかなか怖いじゃないですか。なのでこのような塗装方法にしているんですよ。それでは艶消しクリアがかかってほしくない窓ガラスとかヘッドライトとかをマスキングで覆いました。こんな感じです。はい、艶消しクリア吹いてきましたよ。全体に艶が消えたの分かりますか？この上から墨入れブラウンを流したら、北の大地で過酷な環境下で働いていたあの頃の勇士になるんではないかと期待しながらマスキングを剥がします。艶消しクリアは吹いてきましたけど、この天窓のギミックとか全然影響ないんですよ。あ、しまった。この下艶がある。こんなに艶がある。この失敗のおかげで艶消しクリアの効果を再確認した電気おじさんでした。そうしたら今度は艶を消したボディに上からタミヤの墨入れブラウンを流します。いつもよりさらに薄めに溶いてあります。全体にジャブジャブと流したいので、ここは絵の具の筆で大胆に墨入れしていきたいと思います。ドローバーを炒めるといけないので、淡水車は外して、まずは淡水車から墨入れブラウンを流していきます。さあ始めましょう。後戻りのできない瞬間で、ここは覚悟の決めどころかもしれないですね。そんなオバな。3倍速で見ていただきましょう。余談ですが C55 は3次型から淡水車が多少小さめになってエンジン部との間隔も詰められたんだそうですよ。管線液のターンテーブルは20メートルあって問題ないのですが、亜管線や支線にあるターンテーブルは18メートル級が多かったため、そういった線区の事情にも対応するための措置だったらしいです。そうした各種条件下で寸法って決められていくんですね。そうこう言っているうちに墨入れはエンジン側に進んできました。複雑な形状はしていますが、窓につけないように流していきます。窓につけてしまうと泣きっ面に豚じゃないですが、艶消しクリアがかからないように努力したのが無駄になってしまいますからね。そうして墨入れ作業はシリンダー部やデフレクター、煙突、そしてお顔の演出扉の方へ進んでいきます。
最後に第3動輪あたりをしっかり持ってボイラー部へ豪快にブラウンを流して終わります。問題は乾いた後の色合いで艶の飛んだホコリっぽい黒煙っぽい感じに見えることを祈ります。そして最後に北海道特有の密閉キャブの屋根上に流して終わります。さあ乾かしましょう。そしたら次は第3にも墨入れブラウンを流します。こちらは容器に入ったままのいつもの濃さのカラーで塗ります。ですから筆ではなくてカラーについているハケでちょうどいい感じですかね。手についてたんですかね。こういう時も何も心配いらないのが墨入れカラーのいいところなんです。後で修正しますのでどんどん塗り進めます。そして修正作業はもう一度テンダー側面をハケで上から下方向へ墨入れブラウンを流して終わりです。続いてエンジン部分の下回りにも墨入れブラウンを流します。まず重台車部分、キャブ下や前輪台車部分に流します。動輪スポーク部分は後でタミヤウェザリングマスターで軽くこするものとして墨入れブラウンの塗布はやめておきます。淡水車の台車が乾きましたがいい感じにできたと思います。動輪スポーク部分ですが後でウェザリングマスターでこすりますがその前に墨入れダークブラウンをハケで塗っておこうと思います。相手がスポーク動輪なので墨入れカラーを流すではなくスポークに塗る程度の塗料をハケにつけて塗布します。結構細かい作業ですがこうやって動輪の艶も消しておきます。同時に前輪のスポークにもダークブラウンを塗布しておきます。難しいなというよりめんどくさいなが正しいかもしれません。こんなところでしょうか。でちょっと動輪の向きを変えないとロッド下などになっている部分は塗れないので今現在の水かき位置を確認した上で 006P 乾電池で動輪を少し回しています。はい、水かきが反対側に来ました。そうしたらこの状態でまた動輪スポークを塗り進めます。こんな感じですよね。ロッドの溝にもダークブラウンを塗っておきます。はい、できました。あと気がついたんですけどここブレーキ、ここは鉄輪から生じた鉄粉が錆びるのでブラウンに塗ります。ブレーキシュー茶色に塗ったらひっくり返して次は反対側の下回りを同じように塗装します。ここは5倍速でご覧ください。そうしたら最後はウェザリングマスターです。ベージュ系にするかブラウン系にするか悩みましたがブラウン系に決めました。ウェザリングマスターはご覧の通りファンデーション状なのでご覧のようなスポンジのブラシで塗布していきます。台車のモールドの高いところについて低いところにつかないので陰影の効いたサイドビューが手に入ります。走行するときに地面から巻き上げた土ぼこりのイメージで下から上に向けて塗布していきます。どうですか？下から上巻き上がる感じで塗っているでしょ。特に淡水車はサイドがのっぺりなので土ぼこり効果がいいですね。
このウェザリングマスターも僕が好んで使っているアイテムですが、欠点はスポンジベラがすぐにダメになるので、かなり高い頻度で100円ショップのファンデーションコーナーを不審者のようにうろつかなければならないことです。最後にエンジン側へのウェザリングマスター塗布です。前輪台車や前輪スポーク車軸も土ぼこり付着の対象です。重輪台車や燃焼室付近は大きな動輪が土ぼこりを巻き上げて走るので、やはりここもウェザリングマスターの対象です。そしてシリンダーとデフレクター。シリンダーには土ぼこり、デフレクターは風雨にさらされますが、雨の中には怪人が多量含まれています。そんなことを考えながら車体全体にウェザリングマスターを塗布していく作業はとても楽しいものです。そして目視確認をしながら、もう少し汚したいなと思う部分に追加でウェザリングマスターを塗っていきます。いつもウェザリングは控えめがリアルと言っていますが、今回は北海道の現役機、少々やりすぎてしまったでしょうか。これでトミックス国鉄 C55 蒸気機関車ウェザリングと追加加工コレクション化終了です。はい、できましたよ。トミックスから発売されたばかりのピカピカの C55、 現役当時の北海道の釜らしい消火口と過酷な環境下で活躍してきた車両にふさわしいウェザリングをしたいなと思ってコレクション化しました。収納箱も圧倒的に多い加藤の蒸気たちと一緒に保管できるように加藤のクリアケースへの引っ越しも完了しました。一緒に購入したこちら宗谷本線着車セットという旧型着車の5両セットは次回 C55 とバランスが取れるようにウェザリングしていこうと思います。なかなか渋そうなセットですね。トミックスにしては珍しく茶番印刷済みのようです。老眼の電気おじさんにとってインレタ貼りは辛いのでとても助かります。どんな風に汚そうかな、ワクワクしますね。はい、こんな感じですね。通電は絶好調のようです。ちょっと目立ちませんけど明るいですね。C55 の終電ですが、動輪3軸のうち2軸はゴム付き動輪になっていますね。ゴム付き動輪は終電できません。また前輪2軸と重輪1軸にも終電機能はありません。そうなると勝負はテンダーの4軸です。動輪1軸足すテンダー4軸で合計5軸あるので、終電機能としてはバッチリのようです。走行性能もまずまずのようです。今一番手前に回ってくるのが北海道の C55 です。姉妹機の C57 蒸気の妹たちと並んでの撮影です。真ん中にいるのは後継機 C57 でも同じ北海道で働いて最後の着車列車牽引機になった C57-135 号機でトミックス製です。デフレクターが切り詰めデフといって他の姉妹機たちと比べると短いのがわかります。大宮の鉄道博物館に展示されています。手前からどんどん奥へ回っていってしまうのが加藤製の C57 一次型です。本来 C55-63 号機になるはずの機関車がいろいろ改良していたら出力が 20% もアップしてしまったので、これはもう別形式だと言って C57 が誕生したんでしたよね。 C55 と C57 シルエットがよく似ているの当然といえば当然ですよね。もともと同じ形式で製造されていたわけですから。最後は後継機 C57 と一緒にご覧いただきました。本日の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたら
チャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。次回は今回に引き続きトミックスの旧型客車北海道の宗谷本線普通列車を予定しています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。